皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエ森地です。地理学出身でちょっぴり地理的エッセンスを加えたジオラマを作っています。今回は10年以上前に講談社さんの鉄道模型少年時代というクラフトマガジンをアレンジして制作した山形鉄道フラワー長井線のレイアウトをご紹介します。最後までお楽しみいただけましたら幸いです。作品は猫パブリッシング社館 N ゲージ大図鑑2012に掲載していただき、表紙にも採用していただきました。今回再現するのは山形鉄道フラワー長井線の沿線風景です。ご縁あって何度も沿線を訪れていて、クラフトマガジンのレイアウトをアレンジして長井線の沿線を再現することにしました。沿線でも印象的だった宮内駅付近にある南陽市の熊野大社、川西町にある西大塚駅の木造駅舎、長井市の水路のある街並みと長井市の商店街、白鷹の荒戸鉄橋、今泉から荒戸間で並走する最上川をレイアウトに再現することに挑戦しました。それでは完成したレイアウトをご紹介します。レイアウトサイズは横幅 600mm、奥行き 450mm の非常にコンパクトなサイズになっています。なお、完成編の動画は各スポットごとと夜景にチャプター分けしていますので、チャプターもご活用ください。レイアウト手前には最上川を思いっきりアレンジして、言われないとピンとこないかもしれませんが、堤防河原を再現しました。そしてスパン数を思いっきり減らして荒戸鉄橋を再現しました。最上川のほとりには樹木での緩衝地帯を挟んで南陽市の宮内駅そばの熊野大社を再現しました。熊野大社に隣接して長井市の商店街を市街地として再現して、その商店街を囲むように水路を再現しました。商店街に隣接して川西町の西大塚駅を再現しました。今度は反対側からの撮影映像です。このようにコンパクトなスペースにかなり頭を悩ませましたが、再現したい要素を全てをレイアウトに詰め込むことができました。熊野大社の正面方向から撮影しました。当時はまだ鉄道コレクションで長井線の車両が発売されていませんでしたので、この動画は米坂線のキハ110が乗り入れてきた、もしくは国鉄時代の長井線を想定してキハ110とキハ17で撮影しています。ここからはレイアウトの詳細をご紹介します。レイアウトに再現したかった西大塚駅です。この画像は羽前成田駅ですが、西大塚駅も同様の構造でした。ホームには屋根がなく、駅舎とホームの間には柵がありました。模型では津川陽光製の柵、自作のホームで再現しました。西大塚の駅舎はクラフトマガジンに付属のものではなく、建物コレクションをアレンジしました。駅名看板を自作して雰囲気を楽しんでいます。当時山形鉄道ではツアーが数多く開催されていましたので、列車とレトロバスを楽しむツアーが開催されているという設定でツアー客を駅前に配置しました。南陽市の宮内駅近くにある熊野大社をジオラマに再現しました。実際の熊野大社も長い階段を上りますので、クラフトマガジン付属の階段がちょうどイメージ通りの階段ですので、そのまま使用しました。多くの参拝客でにぎわう昼下がりを再現しています。境内には校外学習で地域の歴史を学ぶ小学生がいます。みんなの後ろで先生の話を聞く副担任でしょうか、教育実習の先生でしょうか、様々な人間ドラマを想像しながら人形を配置しています。それぞれの人形のドラマを見る人それぞれが想像して楽しめるように作りました。本殿はクラフトマガジンに付属の神社を塗装変更しました。神社は竹やぶに囲まれていて厳かな雰囲気になっています。この竹やぶで周囲の情景との切り替えを行っています。再現した熊野大社をアレンジしながらではありますが、レイアウトに再現できてよかったです。レイアウトに再現したかったスポット、長井市の商店街と水路をご紹介します。長井線の走る山形県の置賜地方はとっても雪が多い地域で、
冬はご覧の通りです。すっごいですよね。そのため市街地の道路では消雪パイプが埋設されています。この消雪パイプ、道路の中央に埋設されるとは限らないようです。ジオラマでもこの消雪パイプを再現しました。消雪パイプはグレインペイントを道路に塗ってコンクリートを再現して、ガンダムマーカーの墨入れ用のブラウンを使用して消雪ノズルを再現しました。長井の町には昔ながらの建物も健在で、その歴史的な建物を再現したくってこの建物を配置しました。長井の商店街で見かけた呉服屋さんと和菓子屋さんでしょうか、この2店舗を再現します。ジオコレの建物を改造してこの2店舗をアレンジしながら再現しました。長井の町が元気な姿を模型化しました。商店街には歴史ある建物をもう1軒配置していて、向かい合わせに置きましたので、ちょっとした歴史景観地区のようなそんな感じに仕上がりました。商店街は踏切の先にまで続いていて、こちらの商店は現在は住居専用となっている設定です。このレイアウトのためにコイン精米機を自作しました。この精米機は実物の画像を印刷して組み立てています。引き戸は透明プラ板に塗装した紙を貼った記憶があります。コイン精米機は商店街の端っこの歴史ある建物の脇にあります。ちょうど精米に来たおんさんがいます。この精米機ほんと作ってよかったです。レイアウトのいいアクセントになってくれました。こういうの作るのやっぱり楽しいです。そしてコイン精米機の向かいにある空き地には廃車台とそこで遊ぶ子どもたちを再現しました。ボンネットに弟が乗って遊んでいて、お兄ちゃんとその友達が見守るという光景でしょうか。その空き地の隣の建物の裏側には水路を再現しました。この水路はグレインペイントアクアで簡易的に塗装で再現しています。水路は商店街の裏を流れていて、建物と建物の間を流れて道路と交差します。道路と交差した水路は歴史的建物の敷地内で暗渠になります。敷地内の建物の脇の部分が暗渠になっているという設定にしました。暗渠はすぐに開渠になって階段状に高度を下げていきます。高度が下がった水路は最上川の堤防の下をくぐります。そして最後に開口部から最上川と合流します。上空から見るとこのような感じでマークした部分が水路になります。ここまで長井市内の商店街と長井市内の水路をご紹介しました。ここからは最上川と荒戸鉄橋をご紹介します。小さなレイアウトなんですけど、どうにかして最上川をジオラマに再現したくって無理やり最上川を名乗っています。荒戸鉄橋は最上川橋梁といって東海道本線木曽川橋梁に使われていたものを1921年にこの場所に移設させたそうで、かなりの歴史がある橋梁です。ジオラマではスペースの関係でワンスパンにアレンジしていて、アトラス製のワーレントラス橋のワーレントラス部分にトミックス製品のデッキガーダー橋の下部をカットしたものを接着して作りました。そのため線路部分はトミックス製の線路になっています。短いとはいえコンパクトなレイアウトの中での存在感はそれなりにありますので、たとえ大きな構造物だったとしてもアレンジの工夫次第では小さなジオラマやレイアウトにもそれなりに表現できるんだなっていうことを学びました。最上川の水流はグレインペイントアクアでの塗装表現で再現しました。最上川の両岸には堤防を作りました。またスペースの関係で可動は急カーブを描いていますが、本物の最上川も結構グネグネ蛇行してまして、とりわけ長井線の沿線よりも下流域になる村山地域ではありえないぐらいの蛇行しますんで、こんな蛇行もありっちゃありなのかななんて思っています。土手には様々な植栽を再現しました。いつも愛犬ウォーキングで田舎道を歩きますので、それらも参考にしました。また土手道にはこの頃からカラーパウダーの色分けで輪立ちを再現し始めるようになりました。最上川のもう一つの橋はクラフトマガジンに付属のペーパー製のものをグレインペイントで塗装してザラス機関を出してから設置しました。
ここからは再現したかった各ゾーンの外の隙間空間に再現した長い線らしいスポットをご紹介します。レイアウトの四隅はミニレイアウトということもあって、急カーブの線路の外側の絶妙な空間をどう埋めるかが課題でした。熊野大社の裏手のコーナー部分は実際の熊野大社の鎮守の森はかなりの規模のため、その鎮守の森を再現すべく大きめの木を植えました。この画像がそのコーナーを撮影したもので、背景は庭の木を借景とすることで鎮守の森感を演出しました。次に最上川の急カーブの内側の陸地は果樹園を再現しています。山形県はご存知の方も多いかもしれませんが、フルーツ王国で有名で、長い線の沿線もご多分に漏れず画像のような果樹園がたくさんありました。そして画像のようにビニールが貼られていないビニールハウスも多くありましたので、針金を組み合わせてビニールハウスの骨組みを作りました。果樹園があることで長い線らしさが増したのではないかなと考えています。ジオラマ手前の市街地側のコーナーは、長井市内の長井線は広がる水田の中を走りますので水田を作りました。ジオラマのコーナー部分から最上川の土手までを水田にしました。そして線路の内側も水田にしましたので、水田の中を走り抜ける長井線を楽しめます。長井線は長井市内に限らず思いのほか多くの区間で水田地帯を走り抜けていますので、ミニレイアウトとはいえマクロに眺めることで沿線風景を楽しむことができます。田んぼの畝には休憩するご夫婦を再現しました。ちなみに稲は人工芝で再現しています。最後のコーナーは今は住居になっている元商店の裏庭にしました。駅の前のスペースは畑を再現しています。畑には農作業をするご家族がいて、ホームの学生さんと家族なのか会話をしているようにも見えます。畑には草刈りをするおじいちゃんもいます。いや、おじさんですかね。いや、どっちでもいいですね。このレイアウトは夜景を楽しむことができます。各建物の内部にはジオコレの照明ユニットを組み込んでいます。夜景はどこか昭和の雰囲気を感じる仕上がりで、レトロな雰囲気を楽しむことができます。コイン精米機も夜景を楽しむことができて、自作の建物としましては初めて照明を組み込んだっていう記念すべき建物になりました。昭和の賑やかだった頃の長井の街並みのようでもあります。ここまで駆け足ではございますが、ジオラマの夜景をお楽しみいただきました。以上で10年以上前に制作しました山形鉄道フラワー長井線をテーマにしたミニレイアウトのご紹介は終了となります。既製品を使用して作っていますので、これからレイアウトを作られる方の何かのヒントになりましたら幸いです。もしよろしければではございますが、コメントなどご感想いただけましたら嬉しいです。最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。